皆さん、こんにちは。今日は日本のお金持ちの話をしましょう。日本には1億円より多くのお金を持つ家が約165万もあります。だいたい30の家のうち1つがお金持ちの家という計算になります。では、そのお金持ちは日本のどこに住んでいるのでしょうか。今日はその答えを皆さんと一緒に探しに行きましょう。1、お金持ちが多い港区。日本のお金持ちと聞いて、多くの人が思い出す町があります。東京の港区です。テレビやドラマにもよく出てくる名前です。港区には、六本木や赤坂、麻布といった有名な町があります。夜になると、高いビルの窓に明かりがついて、街全体が光って見えます。道には大きな外国の車が並び、おしゃれなお店が夜遅くまで開いています。港区に住む人たちの1年の平均所得は約1800万円です。日本の会社員の平均は約480万円ですから、4倍近い差があります。渋谷区や千代田区も収入が高い町としてよく名前が出ます。つまり収入が高い町の上位は東京の真ん中に集まっているのです。土地の値段も特別です。住む場所の土地として日本一高いのは赤坂です。国の発表によると1平方メートルの値段が約700万円もします。畳1枚ほどの土地が新しい車を何台も買える値段になります。東京23区の新しいマンションの平均は約1億4000万円です。普通の会社員の給料ではなかなか手が届かない値段になっています。港区には会社の社長も多く住んでいます。6人に1人が社長です。朝のカフェに座ると、隣の席から仕事の話が聞こえてくる街です。麻布の坂道を歩くと、外国の大使館が次々と現れます。そのため港区には、世界のいろいろな国の人たちも住んでいます。外国の食べ物を売る店や、英語だけで通じるお店も珍しくありません。夕方になると、制服を着た私立小学校の子どもたちが、車で家に帰っていきます。道の近くには、高級な外国の車だけを売るお店も並んでいます。港区に住んでいますの一言だけで、相手に驚かれることもあります。それくらい港区は、お金持ちの町として有名になっています。もちろん港区には、普通の会社員や学生もたくさん住んでいます。でも数字を見ると、お金がこの町に集まっていることがわかります。皆さんの国にも、お金持ちが集まると言われる町はありますか？
その町を思い出しながら、日本の場合を一緒に見ていきましょう。2、都心が選ばれる理由。それにしてもなぜ、お金持ちは町の中心に集まるのでしょうか。一番よく言われる答えは、仕事に近いからです。大きな会社の本社は、東京の中心に多く集まっています。家が会社に近ければ、通勤の時間はほとんどかかりません。日本の会社員には、通勤に往復で2時間近くかかる人も多いです。でも会社の近くに住めば、その時間はゼロに近くなります。お金持ちは、お金で時間を買っていると言われることがあります。1日2時間の通勤がなくなれば、1年で約500時間が生まれます。その時間を仕事や家族、自分の楽しみのために使うことができます。理由はもう一つあります。都心はとても便利なのです。大きな病院も有名な店も、人気のレストランも、歩ける場所に揃います。子供の教育も、家を選ぶ大切なポイントになります。都心には有名な私立の学校や塾がたくさん集まっています。塾というのは、学校の後に通う勉強のための教室のことです。お金持ちの家の子供は、小さい頃から塾に通うことが多いです。良い学校の近くに住むことも、家選びの大きな理由になります。もう一つの理由は、安全に暮らせることだと言われます。高級なマンションでは、建物を守る人が24時間働いています。カメラもたくさんあり、知らない人は中に入ることができません。夜中に体の調子が悪くなっても、大きな病院がすぐ近くにあります。運転手付きの車で動く人にとっても、都心は無駄がないのです。有名な人やお金持ちは、人の目から守られる場所を必要としています。そして、もう一つ大きな理由があります。人とのつながりです。お金持ちの近くには、同じようなお金持ちが住んでいます。食事会やパーティーで、新しい仕事の話が生まれることもあります。大切な情報は、人から人へ流れます。近くにいる人ほど早く受け取れます。住む場所そのものが、人と出会うための道具になっているのです。それから、日本は山が多く、住める土地が限られた国です。その狭い土地の中で、便利な場所の値段はどんどん上がります。だから便利な中心には、それを買えるお金持ちが自然と集まるのです。皆さんなら、お金があったら、どんな場所に住みたいですか？町の中心でしょうか？それとも静かな場所でしょうか？実は日本のお金持ちには、
静かな町を選ぶ人たちもたくさんいます。ここからは、その静かで特別な町を覗いてみましょう。3、静かな高級住宅地。お金持ちの町と聞くと、賑やかな都心を思い出すかもしれません。でも日本には、全く違うタイプのお金持ちの町があります。その代表が、兵庫県芦屋市の六麓荘と呼ばれる町です。芦屋は、大阪と神戸の間にある、海と山に挟まれた町です。六麓荘はその山の上にあります。坂道を登ると、景色が変わり始めます。道が広くなり、緑が増え、家の門がどんどん大きくなります。そして、あることに気づきます。この町にはお店が一つもないのです。コンビニも自動販売機もありません。聞こえるのは鳥の声くらいです。大きな家の庭には、きれいに整えられた松の木が並んでいます。車が通るときだけ、門が静かに開いて、また静かに閉まります。歩いているだけで、背中が少し伸びるような静けさがあります。実はこの町には、住むための特別なルールがあるのです。まず、土地が決められた広さより狭いと、家を建てられません。決められた広さは、400平方メートルです。テニスコート1面半ほどです。マンションやアパートを建てることも、お店を開くことも禁止です。建てられるのは、2階建てまでの一戸建てだけです。つまりこの町は、静かに暮らすための町として守られています。土地の値段を考えると、家を持つには何億円も必要だと言われます。お金があるだけでは住めない町と呼ばれることもあります。この町には、関西の大きな会社を作った家族が多く住むそうです。長い時間をかけて、信頼できる人たちだけの町が育ってきたのです。東京にも有名な高級住宅地があります。田園調布という町です。田園調布が生まれたのは、今から約100年前と言われています。作ったのは渋沢栄一。今の1万円札に載っている人物です。彼はイギリスの美しい街を手本にして、この街を作りました。駅を中心にして、道が半円の形に広がる特別なデザインです。道の両側には木が並び、大きな家が静かに立っています。駅の前には、小さくてかわいい昔の駅の建物が、今も大切に残されています。四季で色を変える並木道を、犬を連れた人たちが静かに歩いています。昔、田園調布に家が建つという冗談が流行ったことがあります。それくらい、
ここに家を持つことは成功の印だったのです。東京には他にも松濤や成城といった高級住宅地があります。昔の東京では高台の場所が山の手と呼ばれていました。風がよく通り、水の心配も少ない高台には武士が住んでいました。低い土地には商人や職人たちが住み、下町と呼ばれました。高い場所に住むことには昔から特別な意味があったのです。六麓荘も田園調布も実は少し高い場所に作られています。お金持ちの町が高台に多いのはこの歴史の続きなのかもしれません。六麓荘と田園調布には共通点があります。どちらも静かなことです。高い壁と緑に囲まれて、家の中の様子は外から見えません。そこに住む人たちも、お金があることを自慢したりしません。朝、この街を歩くと、散歩中の人が静かに挨拶をしてくれます。派手な服や車ではなく、ゆっくり流れる時間がそこにあります。皆さんの国の高級住宅地はどんな様子ですか？賑やかですか？それとも日本のように静かでしょうか？では、なぜ日本のお金持ちはこんなに静かに暮らすのでしょうか？その答えは日本の社会の中に深く隠れています。4. 目立たないお金持ち。日本のお金持ちには面白い特徴があると言われています。それは見ただけではお金持ちとわからないということです。電車に乗って普通の服で会社に通う社長も珍しくありません。スーパーで安売りを探すおばあさんが実は大金持ちだったりします。そういう話は日本では珍しくないと言われています。実際、日本の社長たちに人気の車は高級車だけではないそうです。長く乗れる普通の車を選ぶ社長もたくさんいると言われています。隣の家の人が大金持ちでも何十年も気づかないことがあります。それくらい日本の豊かさは静かに隠れているのです。なぜ日本のお金持ちはお金を見せようとしないのでしょうか。一つ目の答えは日本の文化の中に隠れています。日本には出る杭は打たれるということわざがあります。意味は目立つ人は周りから叩かれるということです。日本の社会ではみんなと同じであることが大切にされてきました。お金を見せて目立つのはかっこいいことだとはされていないのです。むしろ恥ずかしいことと感じる人が多いかもしれません。日本人は褒められた時もいえいえと言って一歩下がります。
プレゼントを渡すとき、つまらないものですが、という文化もあります。自分を小さく見せるのが、日本の大人のマナーとされているのです。この考え方は、江戸時代から続いていると言われています。昔の日本では、商人が贅沢をすると、国に叱られました。だからお金持ちの商人は、地味な服を着て、服の裏側だけ高級にしました。見えないところにお金を使うのが、かっこいいとされたのです。二つ目の答えは、戦後の日本の歴史の中にあります。戦争で日本の町は焼け、多くの人が同じように貧しくなりました。そこからみんなで同じように働き、同じように豊かになっていきました。1970年代には、国民の多くが自分は中流だと答えるようになります。中流というのは、お金持ちでも貧しい人でもない、真ん中のことです。みんな同じくらいが、日本人の安心の形になったのです。その社会では、一人だけ豊かさを見せることは、輪を壊す行動になります。三つ目の答えは、少し意外かもしれません。税金の話です。日本では、親が残したお金や土地を受け取るとき、高い税金がかかります。多い場合は、半分以上が税金で消えてしまうこともあるのです。だから日本には、3代で家がなくなるという言葉があります。おじいさんの大きな家も、孫の代には税金のために売られてしまうのです。実際、田園調布でも、大きな土地が売られて小さく分けられたそうです。つまり日本では、大きな財産を何代も持ち続けることが難しいのです。財産というのは、家や土地、お金など、持っているもの全部のことです。ヨーロッパのような何百年も続く大金持ちの家は多くありません。最後にもう一つ、安全のためという理由もあります。お金持ちだと知られると、泥棒や悪い人に狙われやすくなります。だから家は壁で隠し、暮らしぶりは見せないようにするのです。静かな高級住宅地は、この文化と歴史が作った風景なのです。皆さんの国のお金持ちは、お金を見せる方ですか？それとも、日本のように静かに隠す方でしょうか？ところが今、この見せない文化が少しずつ変わっています。5、タワーマンションの時代。今、東京の空には、新しいお金持ちの家が増え続けています。タワーマンションです。50階を超えるような高いマンションです。東京の中心では、1億円を超えるマンションが次々と売れています。
最近は東京23区の新しいマンションの平均も1億円を超えています。特に港区や渋谷区ではとても高い部屋が次々と売れています。買っているのは一体どんな人たちなのでしょうか。多いのは IT の会社を作った若い社長や投資家たちです。投資家というのはお金を会社や土地に入れて増やす人のことです。昔のお金持ちとは育ちも考え方も違う人たちです。彼らは庭のある一戸建てより空に近い部屋を選びます。理由の一つは景色です。夜、窓の外に東京の光が一面に広がります。建物の中にはプールやジム、パーティーの部屋まであります。朝、エレベーターで下に降りると、受付の人が挨拶をします。ホテルのような入り口を抜けて、車に乗って会社へ向かいます。そして買った部屋の値段が何年か後に上がることもあります。つまり家そのものが貯金の代わりにもなっているのです。外国から買う人も増えています。世界のお金が東京に来ています。豊洲や晴海など、海のそばの新しい町にも高い建物が並んでいます。昔は工場だった場所が、今はお金持ちの住む町に変わったのです。そして面白いのは、新しいお金持ちの見せ方です。彼らは SNS に高い階からの夜景や高級な時計の写真を載せます。隠す文化から見せる文化へと、お金持ちの形が変わり始めたのです。昔は山の手の高台に住むことが成功の印でした。今はタワーマンションの高い階に住むことが新しい印です。同じ建物の中でも上の階ほど値段が高くなっています。人気のマンションでは買いたい人が多すぎてくじ引きになるそうです。つまりお金があっても最後は運次第ということになります。何階に住んでいるかが新しい山の手になったのかもしれません。一方でこんな話もあります。タワーには何百もの家族が住みます。でも隣の部屋の人の顔を知らない人も多いそうです。六麓荘や田園調布のような町のつながりはそこにありません。便利さと引き換えに何かが少し変わったのかもしれません。そして変化はもう一つあります。都会を出るお金持ちも現れました。コロナの後から家で仕事をする人が大きく増えました。会社の近くに住む必要がなくなった人もいるのです。そこで東京を出て軽井沢のような自然の多い町に移る人がいます。軽井沢は
昔からお金持ちが夏を過ごす山の中の町です。軽井沢の家は森の中にあります。朝は鳥の声で目が覚めます。東京までは新幹線で約1時間で行けます。仕事の日だけ通うのです。きれいな空気の中で子供を育てたいと考える家族もいます。同じ理由で福岡や沖縄に移るお金持ちも増えていると聞きます。海の見える家で朝にサーフィンをしてからパソコンで仕事をします。少し前の日本では考えられなかった暮らし方です。お金持ちが選べる道は空の上から森の中まで広がっているのです。ここまで見てくると一つ面白いことに気がつくはずです。お金持ちが住む場所はその時代の日本の姿を映しているということです。武士の時代は高台、会社の時代は都心、そして今は空や自然です。人々が何を大切にするかで住む場所は変わっていくのです。だからお金持ちの住む場所はこれからも変わっていくのでしょう。皆さんの国ではお金持ちはどんな場所に住んでいますか？そしてもし皆さんが大金持ちになったらどこに住みたいですか？想像するだけでもちょっと楽しい質問だと思いませんか？今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんの感想や経験もコメントで聞かせてもらえると嬉しいです。視聴者の皆さんへのプレゼントやお知らせは概要欄にまとめてあります。よかったらグッドボタンとチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。